マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。今日はですね、ちょっと慣れないビューで撮ってるんですけども、バイクの YouTube とか関係なく、YouTube、それからInstagram とかも含まれるかな、TikTok ももしかしたら含まれるかもしれませんが、配信者側に、なって非常に悩んでいるという方が非常にいるので、そのことについて皆様に僕からのアドバイスを送れればなと思い、こういう慣れない顔が見えた方がいいかなと思ってこういうおじさんが発信してますよっていうなのでこのビューでさせていただいております。そしてですね、 YouTube を始めてしばらく経つと、その登録者数が非常に伸びないというところで悩んでいる方も非常にいます。ただこれに関してはなんで自分が2万人以上登録者数がいるのかっていうのはよく分かってないんですけど、喋りも別にうまいわけではないし、僕が思うにその要因っていうのは1個だけなんだよね。でもこれ言っちゃうと、じゃあそうじゃなきゃダメなんじゃんみたいな感じに思われちゃうから、ちょっとそれも違うと思うんで何とも言えないんですけど、僕が登録者数が伸びたことっていうのがですね、レッドオーシャンに足を踏み入れないということですね。例えばバイクの動画っていうのはですね、発信してる方はそんな多くないんですよ。なので、そこでまずレッドオーシャンにあんまり足を突っ込んでないっていうのもあるし、その中でも僕これ今乗ってるバイクはクロスカブっていうバイクで、原付2種って言われてるちょっと小さいバイクなんですね。 110cc なんですけど、 125cc 以下の高速が乗れないバイクを中心に発信してるんですけども、そういう YouTuber があんまりいなかったので、それとちょうどその原付2種が楽しいんじゃないかなみたいなことを言われ始めた時とちょうど重なって、それでですね登録者数が伸びてくれたのかなと思うんですよね。でちなみに登録者数が伸びたのも多分3、4ヶ月全然そんな登録者数なんか伸ばそうと思ってなくて、配信なんかしてなかったんですよ。で3、4ヶ月してパッて見たらすごい登録者数が増えててって言っても、もう本当に何十人しかいなかったのが、投稿してなかったのに500人とかまで増えてたんだよね。でどの動画見られてんのと思ったら、ただの走行動画だったんですよ。ああなるほどなんて思って、それを増やしていった結果登録者数が増えたっていうのは確かにあります。確かにあるんですけど、じゃあもう信念を持って自分がやりたいことを投稿し続けて、何かしらちょっと再生数が多いなっていう動画を中心にまたやっていくみたいな感じがいいのかもしれないし、ちょっと登録者数を増やすっていうことに関してはちょっと僕はあんまりアドバイスはできないです。ただこれはアドバイスできますね。変コメです。誹謗中傷のコメントとか、それから意味わかんねえコメントとか、動画と意味関係ねえようなコメントとかそういうのが来るんですよ。でバイクの YouTube で言うとですね、やっぱ初期の1000人2000人の時がやたら来た変なのが結構多かったのが、交通違反指摘系結構来た例えばここは国道299号っていうところなんですけども、普通に50キロ道路なんですよ。だからメーター映ってても50キロちょっとぐらいなら、まだ60キロ手前ぐらいならまあっていう感じじゃないですか。だからそんなにここ40キロだった今トラックが前にいるんでスピード全然出てないんですけど、そのくらいだったらそんな変なコメントは来ないんですよ。ただ林道とか走ると30キロなのそうするとそこで50キロとか出てると、スピード出しすぎじゃないですかとかそういう一時停止止まりましたかとかそういうコメントがすげえ来た時がある。今あんま来ないそれからあと喋りがどうのとか、聞きづれとか、そういういっぱい来たとりあえず。でそれをですね、どういうふうにするのが最も良い方法なのかというところなんですよ。でいろんな人の投稿とか、それから本とかも読んだかな。で
やっぱり一番いいのはね、YouTube に投稿した動画って自分の作品じゃないですか。で、作品に変コメがついちゃうっていうのがですね、家の壁に泥を塗られるようなものなんだそうですよ。で、やっぱり僕もそう思います。なので、一番いい方法としては、見つけたら即刻削除というのが一番いいと思います。で、僕も実際結構長い間、もう2年3年もそういう風に対応してました。で、もっとやる人だったら、その名前とかをメモっといて、で、何回か来たらもうその人ブロックみたいな感じにしてるっていう風に言ってましたね。だからそれがいいかなと思うんですけど、まあそこまでね、やんなくても、もう別に変コメ入ったら、もうその時点でさ、もうブロックでいいんじゃないの？報告で。登録者様じゃないでしょ、そういうこと書いてくるのって。なのでもうバーンです、バーン。それが一番いいです。でもう見えなくしちゃうのが一番いいです。って思ってたんですよ。思ってたんです。ただね、僕が大好きで、いつも見てるバイク系の YouTuber の方がいらっしゃるんですけども、もうめちゃめちゃ饒舌。もうすごいのよ、饒舌で。で、コメントもね、要はこう炎上まではいかないんだけど、結構変コメ入るみたいなんだよね。で、俺が見ててもそういうコメントとか結構来んので、俺はね、その人のその変コメに対する返信が大好きでなんかもう見ないでくれとかねブロックしてくれとか、出ないように、もうチャンネルに出ないようにしてくれとか、でも面白くて、でも大好きで、動画も見るんだけど、こうね、コメントもね、こうチェックしちゃうんですよ。もうめっちゃ面白くて、で、ちょっとね、真似しようかなと思って、変コメね、1年ぐらい貯めたのよ。変なコメント来たら、それをスクショして、で、貯めて、で、動画にしようと思ってで、返信も含めてね、やったんだけど、まあね、僕はコメントにほぼほぼ返信するので、だからそういう変コメに来た来た変コメと思って返信してると、まあ楽しくなったんだけど、まあちょっと労力がすごく使うよね。で、まあね、相手も肩もって言ったら変だけど、変コメ書くのに一応労力使ってるわけじゃん。だからこっちも労力使って変コメに戦いを挑んで削除してた時期があるので、まあそれを楽しめればね、いいかなと思うんだけど、まあめんどくさいし、まあ結局変コメが入るっていうのはね、さっき言ったように家の壁に泥を塗られているのと同じだから、やっぱりもう見つけ次第ね、削除するのが一番いいかなと思った。ちょっとね、変コメ返信してる時はちょっと楽しかったんだけどね。まあでもね、意味わかんないコメント来るよ、未だに。結構俺の動画なんてそんなにコメントめちゃめちゃ入るわけじゃないんだけど、それでもね、変なの来るから、いっぱいコメント来る方っていうのはすごい来ると思うよ、変コメは。やっぱ1割ぐらいは来るんじゃないかな。あとまあ炎上しやすい人みたいのもいるよね。文句言われやすい人っていうのも。俺はそうでもないな、ありがたいことにね。その代わりコメントも少ないみたいな感じなんだけど、なんかね、私はね、ゴルフもするんですけれど、ゴルフのね、YouTube で、横田慎一さんっていうシニアの方、まあ、ほぼほぼ同い年なんですけども、その人の動画とかめっちゃ面白くて、結構見るんだけど、結構ね、コメント荒れてるんだよね。面白いよね、あれね。なんで荒れんだかわかんないけど。なんか要するに、その人が、なんか偏屈なんだよね。結構ね、シニアまでね、独学でずっとやってきたような人だから、なんかレッスン受けたりとかすると、いや、それは俺は違うと思うみたいな感じなんだよね。だったら受けんじゃねえよみたいな、まあ俺もそう思ったりとかするんだけど、だったら受けんじゃねえよみたいな、素直に受け止めろよとかね、まあそういうコメントとか結構入ってんのを見るのが楽しかったりとかして、だから自分もなんかそういう風にチャンネルになったらいいかななんてちょっと思ったけど、やっぱり良くないよ。やっぱりね、変コメは削除が一番いいと思う。見つけ次第ね、サクッと消して、もうそれでいいんじゃないですか。
そしたらね、心も痛めないし、ただね、目は通した方がいいかな。まあ、目を通すよね。だって、変コメを探すために目を通すから、多分変コメをそのままに放置してて、なんかチェックしましたよみたいなマークも何もつけてない人っていうのは見てないんだよね。まあ、そのくらいの精神力があれば、返事をしても何しても全然関係ねえんだろうけど、まあ、一応見るじゃないですか。で見て変だなと思ったらまあ削除するんですけど、その中にもね、やっぱり今後の動画作成において参考にした方がいいような変コメっていうのも来るんですよね。それがね、やっぱね、指摘系の変コメなんですよね。で指摘系でも、なんていうのかな、こうの方がいいんじゃねえのみたいな、そういうのはとりあえずは一応ストックしといた方がいいかな。例えば僕だと、よくね、話して運転してるときに、両手離しちゃってたのよ。さみたいなね、別に話しても別に平気じゃんって思ってたんだけど、今ね、それね、やめました。やめましたって、今やったけどね、今。それはね、コメントで、ずっと前から見てるものなんですけど、まさチャンネルさんが、両手を離してるのがすごく見ててドキドキしちゃって、それだけはちょっとやめていただいた方がいいと思いますみたいなコメントいただいたのね。それはやめました。とか、なんかね、すごい、ああ、そうなのか、やっぱちゃんとしなきゃなみたいな、でそれはもうちゃんと返信した方がいいよね、ありがとうございますって真摯に受け止めて、言われた通りだと思うんで、ちゃんとさせていただきますみたいな感じでね、やった方がいいと思うし、それはもう変コメじゃないよね、もはやね、指摘系はね。なので、参考にしなければいけない指摘系コメントももちろんありますけど、まあ、ほとんどのところは削除でいいかなと思います。でそれに対してね、心をね、痛める必要もないと思いますよ。指摘系の人っていうのはね、本当親身になって考えてくれる人なんで、それはすごく大切にした方がいいけど、そうじゃない人なんて、ただの取りすがりで、なんか書いてるだけの、もう別にそれが趣味な人なわけだから、まあ、そんな趣味に付き合うことないし、付き合うっていうのが一番その人の思うツボなわけですよ。嵐というかね、炎上というか、そういうのを狙ってるようなコメントの人ね。まあ、そこの人たちの実中にはまることはないから、とっとと削除してればいいし、まあ、先ほど言ったように、それをね、楽しむような人っていうのはまた別だと思うんですけどね、もうめっちゃ変な投稿して、めっちゃ炎上したりとかしてて、まあ、それを楽しんで、まあ、結局、炎上しようが何しようが、登録者数増えれば勝ちでしょうみたいな、まあ、登録者数が全てみたいな考えの人だと思うんだよね。確かにね、登録者数が増えた方が収益は上がると思うんで、だからなんだかんだ炎上しようが俺の勝ちだよみたいな感じで思ってんじゃないですか。まあ、そういう人はね、炎上しても何してもね、別にいいやっていう感じで、ラッキーって思ってるわけでしょ。いっぱい見られてる、炎上してるみたいな、そういう気持ち悪いやつ以外は削除しましょう。それが一番いいと思う。で、心をね、病む必要もないし、それで YouTube をやめる必要もないと思うよ。いっぱい来るよ、変なの。この前なんかさ、コンプレックスがさ、ライブ 2days やったじゃないですか、復興支援の東京ドームで。でその前に、同じように、コンプレックスの Be My Baby を歌って、で、石川県能登をね、走った動画をアップしてなかったんですよ。で、それをね、4本に分けてアップして、その収益を全額寄付しようみたいなね、感じで思って、Be My Baby を歌ったのね。そしたらね、残念ですって書かれたのね。残念ですって書かれたから、で、削除をね、とりあえずしたんですけど、する前に、なんかコメントって映ることあるじゃない。だから、ボランティアをしようとしてる人間に残念ですって言ってるやつが、さらに残念ですね、かわいそうって書いて、送って、すぐ削除しました。最大限の嫌味ということでですね、 YouTube 始めた、 TikTok 始めた、変コメが来る、悩んでる方、もう削除しましょう。とっと削除しましょう。削除しきれないんだったらコメント封鎖しましょう。それでいいと思いますよ。何かのご縁でこの動画にたどり着いた方、この後流れるですね、マサチャンネルの紹介動画をご覧になられまして、
もしよろしければチャンネル登録にご協力をお願いいたします。私も登録者がいると嬉しいでございます。まあバイクの動画ですけど、観光情報とかね、グルメ情報とかそういったものもありますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではマサチャンネル、これにて失礼します。さようなら。